この動画では予算13万円以内でロードバイクの購入を検討されている方に向けてコスパのいいロードバイクをランキング形式で紹介させていただきます。予算は決まっているんだけど高い買い物だし、どうせだったらスペックの高いロードバイクが欲しい。何も考えずにロードバイクを買ってしまった後からそんなにコスパのいいロードバイクあったんやと後悔したくない人にとって参考になると思います。また動画の最後には紹介したロードバイクについて比較表で横並び比較していきたいと思います。ぜひとも最後までご覧ください。ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。ではまずは第5位から紹介していきます。第5位はジャイアントのコンテンド AR4 です。コスパといえばジャイアントと言われるほど、ジャイアントはコスパに優れたメーカーですよね。皆さんご存知の方も多いと思います。ではジャイアントの AR4 のスペックを見ていきましょう。フレームはアルミで、フォークはカーボン素材となっています。コンポはシマノのクラリスミックス。ただしブレーキとクランクはシマノではなく社外のものになってて、こういうところにコストカットが入っていますね。そしてブレーキは機械式のディスクブレーキが採用されています。重量は 10.3kg、 そして価格は税込みで12万6500円となります。ここまで説明を聞いてね、スペックは分かったんだけど、へーって感じで、なかなか何がコスパいいのか分かりにくいと思います。今回の動画ではこちらのジャイアントのコンテンドを基準として、これから紹介するのはこのバイクよりももっとコスパのいい商品を紹介していきたいと思います。はい、では続いて第4位を紹介していきます。第4位はネストのオルタナです。スペックを紹介します。まずフレームの材質はジャイアントと同じくフレームがアルミでフォークがカーボンとなっています。コンポはシマノのソラ。ただしブレーキはリムブレーキとなります。重量はここでグググッと軽くなります。重量はなんと 9kg ジャスト。こうしてねスペックを見ていくと、コンポについては先ほどのジャイアントと比べるとワンランク上がってソラになりますね。しかもソラミックスとかじゃなくて、クランクもブレーキも含め全てシマノのソラで統一されています。いやこれはありがたいですね。ブレーキはね、リムブレーキがいいのかディスクブレーキがいいのかは賛否両論あると思います。今回みたいにスペックで比較するのであれば、一般的にはディスクブレーキの方がコストが高いはずなので、シンプルにコスパだけを比較するならディスクブレーキの方が上かと思います。ただね、リムの方が整備しやすかったり、重量も軽いし、コストも安いっていうのがあるので、リムがいいのかディスクブレーキがいいのかっていうのはね、一長一短ありますよね。そしてネストの最大の魅力は何といっても軽さです。ジャイアントは 10.3kg だったのに対してネストは 9kg ジャストなので 1.3kg も軽くなっています。エントリーロードバイクの中でもかなり軽い部類に入りますね。重量はね、もう本当に速く走るためにも楽に走るためにも非常に重要な項目なので、これはかなり大きなメリットだと思います。にもかかわらず金額がすごいんです。こちらネストのアルテナですが、車体価格でなんと12万3200円。ジャイアントよりもスペックがいいのになぜか3300円も安いんですね。ブレーキはリムブレーキにはなりますが、そこさえ気にならなければかなりコスパのいいバイクだと思います。ぶっちゃけリムブレーキってプロも使ってるぐらいですし、メンテナンスもしやすいので、それよりもとにかく軽いロードバイクが欲しい、そういう人にはおすすめです。はい、以上が第4位のネストのオルタナでした。はい、続いて第3位の紹介です。第3位はコーダーブルームのファーナです。スペックを見ていきましょう。材質はフレームはアルミでフォークはカーボン、コンポはティアグラミックスとなっています。ただしブレーキはリムブレーキですね。重量は 9.2kg となります。ここでスペックを見ていくと、コンポはティアグラってことで、この価格帯でなんと10足のティアグラが手に入れれてしまうってかなりやばいと思いますね。他のいろんなメーカーを見てみても、この価格帯だとコンポのグレードはクラリスか頑張ってもソラっていうのが一般的なんですね。なのにコーダーブルームのファーナであればなんとティアグラが手に入れれます。しかもね、ティアグラミックスってことなんですけど、ジャイアントみたいにブレーキとクランクを社外品にしてコストカットしますっていう、そういうミックスじゃないんですよ。こちらのコーダーブルームはなんとブレーキがティアグラよりもさらにワンランク上の105がついてきます。どうですか、コスパやばくないですか。ティアグラがついてるっていうことですらすごいと思うのに、まさかの105がこの金額で手に入るってかなりやばいと思いますね。そして重量も 9.2kg とジャイアントよりも 1.1kg も軽くなっています。そして気になる金額ですけども、価格はなんと12万1000円、ジャイアントよりも5500円安いんです。今まで紹介した中で最安のモデルとなります。予算13万円で考えていた人は1万円近くお釣りが出ちゃいます。
この余ったお金でヘルメットとか空気入れとかペダルとか、どうせ走るために必要な初期装備に予算を回すことができてしまいます。そしてね、コンポもティアグラがついているので、弱虫ペダルに出ている今泉くんみたいに走行状況に合わせて変速をスパスパ決めて楽しみたい人、とにかく軽いバイクが欲しい人、こういう人におすすめなんじゃないかなと思います。はい、第3位はコーダーブルームのファーナでした。では続いて第2位いきましょう。第2位はデカトロンのトリバン CNRC520 です。ロードバイク業界のワークマンともいえるコスパ最強ブランドデカトロンのロードバイクです。ではスペックを見ていきましょう。フレームはアルミで、フォークはカーボン、コンポはまさかの105ミックスとなっています。そしてさらにブレーキは機械式のディスクブレーキが採用されています。重量は M サイズで 10.6kg とちょっと重めですね。はい、いかがですか？まさかの11速の105ついてきちゃうんですよね。これはやばいですね。105にすると何がいいのかっていうと、11速になるんですね。これがね、何がいいかっていうと、今後ロードバイクを買って慣れてきたらアップグレードしたくなると思うんですよ。その時にね、シマノの上位グレードのアルテグラとかデュラエースのパーツに交換するっていうことができるんですね。今まで紹介した他のモデルってティアグラとかソラとかクラリスとか変速ダンスが違うんですよ。例えばね、ティアグラだと10速、ソラだと9速、クラリスは8速ってなってくるんで、アルテグラとかデュラエースのような11速とは互換性がないんですね。なのでアップグレードしたくてもやろうとするとかなりお金かかっちゃうんですよ。今ね、ロードバイクを初めて買う人にとってはアップグレードなんて将来するんかなって思われるかもしれませんが、これがね、意外と始めてみるとだんだん楽しくなってパーツいじりしたくなるんですよね。しかもね、デカトロンはディスクブレーキを採用しています。今度またディスクモデルのホイールしか作らなくなるっていうことも想像できちゃうんですよ。じゃあこうなるとどうなるかっていうと、1台目のロードバイクを買ってホイールをアップグレードしたとするじゃないですか。その後に2台目のロードバイクに乗り換えようって考えた時に、選択肢がディスクブレーキしかなかったら、今まで使っていたそのホイールが使えなくなっちゃうんですね。リムブレーキを選ぶとね、こういう悩みにさらされるわけなんですね。でも初めからディスクブレーキにしておけばリムブレーキなくなるんじゃないかなってビックビックしながら悩むっていうのとは無縁となります。心置きなくホイールのアップグレードも楽しむことができるんですね。そしてこちらのデカトロンですけども、気になる価格ですが、価格は13万7900円となっています。ごめんなさい、ちょっと予算が13万円超えちゃいました。確かにね、予算はオーバーではあるんですけど、あまりにもねコスパがいいので今回あえて紹介してみました。最初はね13万円よりちょっと頑張らないといけないんですけど、長い目で見たら105にしておきたいっていう人とかディスクブレーキにしておきたいっていう人にはいいと思います。はい、以上が第2位デカトロンのトリバンでした。では最後に栄えある第1位を紹介していきたいと思います。その前に10秒ください。このチャンネルではこのようにロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介やロードバイクを安く買う方法、またチャンネル登録いただくと期間限定のタイムセールをコミュニティ欄で僕が投稿してるんですけども、その通知を受け取ることができます。もしよかったらね、チャンネル登録と高評価いただけると大変嬉しいです。それではお待たせしました。第1位の紹介です。第1位はキャニオンのエンデュレース6です。来ました。コスパ最強ブランドキャニオンです。ちなみに僕も乗っています。ではスペックを見ていきましょう。まずフレームはアルミで、フォークはカーボンですね。コンポはフルティアグラとなっています。そしてブレーキはリムブレーキですね。重量はなんと 8.7kg。さっきまでコーダーブルームとかネストとか紹介してきて、ティアグラがついてて、しかも 9kg 台で軽くてすげーって言ってたのを横目に、キャニオンはそれを大幅に超えてきます。この 8kg 台のロードバイクを買おうとしたら、だいたい20万円とかのミドルレンジのロードバイクがこのぐらいになります。なので正直この価格帯で 8kg のロードバイクを手に入れることができるってキャニオンぐらいだと思うんですよね。重量が軽いっていうのは非常に重要なことだと思っていて、ロードバイクがママチャリとは別物と呼ばれるぐらい速い理由って結局のところは軽いからなんです。重たいロードバイクよりも軽いロードバイクの方が圧倒的に楽に走ることができます。楽に走れるっていうことは同じ体力でもより遠くに行けるという意味になるんで、ロードバイクを始めたいと思った理由が、速く走って疾走感を感じたいと思っている人とか、自転車で何百キロも長い道を走りたいと思った人には軽さはねすごく重要なんですよ。しかもね、コンポも当たり前かのごとく混じりっ気のないシマノのティアグラが装備されています。じゃあね、この辺でそろそろ肝心の価格を紹介したいと思います。車体価格は10万9000円。どうですか、やばくないですか？
ただね、この価格聞いて驚いたと思いますが、この価格で手に入れれるっていうわけではありません。キャニオンっていうブランドはドイツのブランドで、ドイツから日本への海外輸入という形で購入することになります。なので実際に店舗で購入するっていうことはできなくて、公式サイトから注文するっていう感じになるんですね。なのでドイツからの輸送費と輸入消費税がかかってくるんです。じゃあね、結局いくらやねんと思われるかと思います。ちょっとね、最初に結論だけ言っちゃいます。価格はだいたい13万6千ぐらいになると思います。大体といった意味について補足していきます。キャニオンの価格を調べるには、実際にキャニオンのホームページに行ってみて、カートに追加することで金額を知ることができます。この動画を撮っている現在、たまたまこのモデルが在庫がなかったので、同じ金額の別のモデルを参考にしました。適当に在庫のあるサイズを選んであげてカートに追加します。こうすると自動的に配送に必要な箱代プラス2300円が追加されました。そしてさらに購入に進むを選択していきます。そうすると送料が1万9200円プラスでかかってきます。なので合計すると13万500円ということになりますね。そしてさらに自宅に届いた際には別途輸入消費税っていうのがかかるんですね。輸入消費税っていうのは購入金額とか買った項目によっても結構変わってくるんで、なかなか断言しにくいんです。ですが僕の友人が23万円のキャニオンのロードバイクを購入したことがありました。その時にかかった金額は9900円輸入消費税かかったと言ってました。そこから考えると今回の13万円の買い物は輸入消費税はだいたい5、6千円ぐらいはかかるんじゃないかなと思います。ただね、これもね、なかなか明確に言えないので、具体的な値が知りたい人は税関に確認をした方がいいかもしれません。ただね、目安としてはそのぐらいなんじゃないかなと思います。もしもっと高かったらごめんなさい。なので最終的には13万6千円ぐらいで買えることになります。これだとね、当初の予算13万円ちょっと超えちゃうんですけど、それでもね、他のこれまでに紹介したロードバイクよりも圧倒的にコスパはいいと思います。はい、以上がコスパのいいロードバイクトップ5の紹介でした。それでは最後にまとめとして今回紹介してきたロードバイクを横並び比較していきます。比較結果はこのようになりました。フレームとフォークの材質は全てのメーカー同じで、フレームはアルミ、フォークはカーボンという組み合わせになりました。そしてコンポのグレードとしてはやはり第2位のデカトロンが頭一つ抜けてます。価格は13万円超えちゃったものの11足の105を手に入れることができます。今後ね、アルテグラとかデュラエースなどの高級コンポにアップグレードするっていう楽しみが広がりますね。そしてブレーキについてはジャイアントとデカトロンがディスクブレーキとなります。その他はね、リムブレーキになりますね。ロードバイク業界はこれからどんどんディスクブレーキ化のトレンドに持っていこうとしています。もし今後ディスクブレーキ化のトレンドがより一層加速した場合には、安心してホイールのアップグレードができるのはディスクブレーキという選択肢かもしれません。続いて重量は第1位のキャニオンが頭一つ抜けてますね。この価格で 8kg 台っていうのは完全に異常ですね。そして最後に価格としてはネストコーダーブルームが非常に安価です。コンポ、重量、店舗で買えるっていうことを考えると一番バランスいいのはネストとコーダーブルームかもしれません。じゃあね、結局どのモデルがいいのかっていうのを僕なりに説明していきたいと思います。参考程度に聞いていただけると嬉しいです。初めてロードバイクを買う人ってなかなかね、知識があまりない状態で買うと思うんですね。なので安心して買おうと思ったらやっぱりジャイアントとかネスト、コーダーブルームが安心だと思いますね。僕の友人がもしロードバイクを買うっていうんだったら、僕だったらネストをお勧めします。そしてもし僕自身が今初めてロードバイクを買うんだとすれば、間違いなくキャニオンを選びます。何の経験も知識もなくて、それでもググりまくって失敗覚悟でもコスパと見た目を取りたいと思います。これはあくまで僕自身の意見なので、何を重視するかは人によって変わってくると思うので、最後はご自身で自分に合ったロードバイクを選んでみてください。そして僕はディスクブレーキではなく、あえてリムブレーキを今でも選びます。ディスクブレーキがいいのかリムブレーキがいいのかについては本当ね、動画1本分ぐらい話せてしまうので、また次回ね、話していきたいと思います。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。今日の動画が少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。